いらっしゃいませ。このチャンネルでは包丁研ぎやお料理をより楽しむための情報をお届けしていきます。切り口独特。Здравствуйте, это очень приятно с вами познакомиться. 皆さん包丁はお好きでしょうか？うん。大好きそう私もほらほら、可愛くないっすか？今日は何をするんですか？今回は最近出回っている偽天然砥石の対策として絶対に買うなこれらの偽砥石を紹介しようと思います。裏面の洗濯板形状についてもなぜそうなのかを解説しますので、ぜひご参考にしてください。任せておきたまえ。丸裸にしてやる。そこまでしなくて大丈夫よ。はいはい、よろしくね。お前たち、茶番はそこまでだ。時は待ってくれないぞ。いける？みんななんか今日ちょっと怒ってる？切れ気味？それでは皆さん最後までご視聴ゆっくりしていってね。よーし、それじゃあ早速ではではよろしくです。うわ、なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。絶対しちゃダメですよ。はうわー、もうこれあれだね。あれだよあれ。ではなぜ洗濯板のような裏面が偽物か解説いたします。よろしく頼むぜ。この洗濯板のような加工のことをスクラッチ加工と言います。あ、そうだったんだ。へえ。もちろん本物の天然砥石ではそのような加工は行いません。いやはや、どうしてこうなった？どうしてこうなった？どうしてこうなった？なぜそのような加工をするかというと、敷石や壁材として使用する際に表面積を増やして下地であるモルタルやコンクリートとの接着力を増すためです。またこのスクラッチ面を表面にして塀や外壁に利用し、おしゃれな演出として利用されたりするそうです。あらかじめそのような加工がされた石を輸入しているお店がありました。どこだ？どうした？言ってみろ。私のために言って。それはなんとハンズマンというホームセンターです。こちらのお店は宮崎県発祥で、現在九州で11店舗を展開しているホームセンターチェーンです。すごいじゃん。そんなに2023年10月12日には大阪府に西日本最大級の売り場面積を有するハンズマン松原店がオープンしました。はい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 。あれだよあれ。わしは南で金貸しやっとる万田いうもんですわ。もう限界。借金に追われる生活。私、お金が欲しいのってやつでしょ？違うわよ。ありがとうございました。大丈夫っすよ、ここまでで。次。話をだいぶ戻しますが、これらの石の側面をカットして研ぎ面だけ適当に平らにしたものだとウプ主は考えています。何言ってますの？誰が言っている情報ですか？ウィキペディアですか？こちらの情報は全てウプ主調べです。それだとね、妄想って思われちゃうのかな。大丈そこら辺の検証よりも可能性大だよ。ここ最近は皆さんの通報のおかげでかなり偽物の出品者が減ってきました。私も見かけたら通報していますが、まだ完全に消しされてはいませんね。まだ残党がいるんだ。ゴミめ。想像以上にしぶとい。なんでそこまでするんですか？そんなの普通もう絶対めんどくさくて嫌じゃないですか。それはウプ主も騙されたからです。せめてこれからは騙される人が増えないように情報を発信できればいいと思っています。やられっぱなしは尺だからね。ね嫌になっちゃうよね。ではでは突然ですが聞いてください。何かね。はい、問題です。はい、じゃこちらの砥石ですが本物でしょうか、それとも偽物でしょうか。それではレッツトライ。少し考えればそれぐらいわかるわよ。あ、ここ気になる。なるほどね。そこはかとなくいい感じでしょ？いやー、どうなってるかな。どうでしょう。どうですか？ポクポクポクチーン。さあ、いかがでしょう皆さん。さて正解はどちらでしょう？これしかない。これしかない。オーケー、発表します。イエーイ。偶然にも全員正解でしたね。もうそれはね、私から言わせたら偶然じゃないよね。本当にござるか？ちょっとだけ上から行くね。ちゃちゃいなっちゃいさ。これはね、わかるわかる。そんなに大したことでもありませんよ。ご説明いたしましょう。早速ですが、よろしくお願いします。
純小本山。そしてこの書体のハンコは私の知る限りほぼ偽物です。また本物の良い仕上げ砥石には仕上げ砥石なんてハンコは押されません。だよね。そういうのは却下です。京都産の良い天然砥石であれば産出地プラス合わせ度などのハンコが押されているのが一般的です。京都天然砥石組合の印もあると安心ですね。あるある。じゃあ次。偽物の特徴として単純に研ぎ面が見にくく汚いものが多いです。少しコントラストを上げると分かりやすいです。やべー。本物はどの石も良い表情です。偽物にありがちなざらついたような感じは全くありません。わかる。では次。商品説明に最高級古物市場で鑑定済みの正規品などと書かれていたらほぼ偽物でしょう。そうなんですか？そうね。そのことは否定できないわ。そもそもこのような詐欺師たちは全く砥石に詳しくありません。本当に砥石を鑑定できる方なら大まかな産地を言い当てることができます。この詐欺師たちは大した知識もないので小本山もしくは奥戸ぐらいしか産地を書くことができないのです。なるほどね。わかりました。そして最高級だの究極の仕上げ砥石だの書かれていますが出品物の写真は最高級からかけ離れています。はい、わかりやすいカモフラ入りました。こちらのはまあやめてほしいですけどね。さらに9000円という値段ですが本物の極上天然砥石はこの金額でお買い上げすることはできません。そうなんですよね。良品の大平山レンゲス板ですと10万円以上で取引されています。高いんですよね。王道だけどよくない？良い。またまた。いただきます。そう。でもこれは私ではないので使わせていただけません。視聴者様からのコメントでは40年前でも良い石は10万円以上するのが当然とのことでした。こちらの石は洗濯板以上の裏面ですぐに偽物と分かってしまいますがもし裏面で判断しにくい場合はこれらの情報を参考に判断してみてください。ついでに教えといてあげるけど、この出品物を正確に言い直すとこのような感じになります。聞いた側がダッシュで追いかけて買いたくなるような言い方でよろしくお願いします。最高級そんなわけないだろう。純小本山偽天然仕上げ砥石商品名偽天然砥石究極の仕上げ砥石風の天然石です。石はインド原産です。最高級の天然仕上げ砥石に似せた偽天然砥石です。古物市場で鑑定済みの正規品です。しかし本物の天然砥石とは言っていませんからね。なるほどね。いやでもね、僕はそんな詐欺のようなことはされたくないです。あれこれはもう戦いの火蓋がね、落とされたこれ。まあ私も思いますよ。マジぶっ飛ばす。はい、じゃあ次行きましょう。こちらの出品物のように側面や裏面の画像が一切ない砥石これは買ってはいけません。わかりました。質問してもいいですか？でもなんでこんなことするの？どうしてかって？それはすでに書体で怪しいと判断できますが洗濯板形状を隠すために画像を載せていないことが考えられます。はいはい、確かに。見ないでください。的な。結構尽きないね。尽きない。割と尽きないね。この辺で。この辺で今日は勘弁してやろう。皆さんにはぜひとも本物を手に入れて素敵な研ぎライフを送っていただきたいと存じます。偽物で研いで超がっかり天然砥石って全然良くないじゃん。そんな風になってほしくありません。というところで今回の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。だから今は武骨な宣伝。たまに利用しよっかな。なるほど。そういうことなら私に任せなさい。ついでに教えといてあげるけど。なになに？チャンネル登録、コメント、どうかお願いします。